良太郎です。で、ここでは動物の紹介をしていきます。まずは狼から狼の紹介。この動画では狼の紹介。全体的な狼の特徴から紹介していきます。狼だった人たちはね、他人の評価など、どこ吹く風、我が道を突き進む孤高の人、孤高っていうのはただ一人誰かとかけ離れて高い境地にいることという意味らしいんですけど、その他の特徴として、一人になれる時間と空間が欠かせないかったり、他人からの評価より自分の流儀が大事、自己流の方法でナンバーワンを目指す、で個性的な自分が好きで、干渉され、ペースを乱されるのは苦手、ペースに乱されるのがね苦手と。で、基本的なスタンスは、放っておいてほしい。で、初対面はとっつきにくい印象だけれども、実は素朴な面がある。で、後輩に親切で信頼感抜群である。で、よく変わってるねと言われるのがちょっと勲章的な扱いというか思いがある。で、冷静で合理的、何においても無駄を嫌う。で、時系列で記憶するのが得意で、メモまで、すぐにメモを取ると。どうですか？これざっくりまず簡単に狼の全体的な特徴なんですが、まだまだありますけどね、該当するなと思えるで、基本性格、一匹狼という言葉の通り、他人との馴れ合いを嫌う孤高の存在で、周囲からの評価や、組織での立ち位置などものともせず、自分の信じる道を突き進みます。そういう、特徴があると。昔の動物占いとかでもそういうこと書いてた。で、その意味では多少融通が利かないところはありますと。で、自分だけの価値観を大事にする。あと、非凡さと自信を兼ね揃えた人と言えるでしょうと。で、その非凡さと自信を兼ね揃えた人のその非凡っていうのが並のものよりずっと優れていることっていう意味らしいです。で、唯一無二の存在でいたいという強い思いがあるので、人と同じことをするのは嫌い。変人などと言われると、とても喜びますと。で、一人の時間が何よりも大事で、何事もマイペースに進めたいタイプ、マイペース主義かな。で、団体で行動したり、干渉されたりするのは、大の苦手で、自分のペースを乱されるとストレスを溜めてしまいますと。該当しますか？狼の皆さん。で、そのため他人にはあまり興味がなく、適度な距離感のある付き合いが好み。そんな性質ゆえに少々言葉足りず、相手に誤解されることもありますが、特に気にしないメンタルを持っていますと。一匹狼みたいなところから来てるんだろうね。で、あらゆることにじっくり計画的に取り組む性質なので、臨機応変な対応は不得意で、一度決めた目標は何が何でも達成したいという頑固な一面を持っており、獲物を仕留めるまでコツコツと、確実に努力しますと。堅実に、このキャラクターに対する、攻略法みたいなものがあって、狼は自分のプライバシーをとても大切にするので、たとえ親しい間柄でも、プライベートなことに立ち入るのは禁物で、価値観を押し付けるのも NGで、長い話も嫌がられてしまうので、電話よりもショートメールや LINE で要件を伝えるのがいいでしょうと。合ってるのかどうかわかんないけど、どうですか狼の皆さん。で、仕事について、期日までに確実に仕上げる真面目さで、信頼感とかはあると。で、社会に貢献したいという信念と、現実的な判断力を持ち合わせた合理主義者で
与えられた仕事は高い計画性を持って淡々とこなすので、周囲からの信頼感は抜群ですと。ただ自分のペースできっちり仕事をして時間内に終えたいタイプなので、予定外の残業などは NG で、また一匹狼らしく群れになるのを嫌うため、上司にこびたり派閥に属したりすることも無関心と、なるべく一人でなんかしたいみたいなところがある基本的なところよね。で個性を理解してくれる上司の下では得意な、才能を発揮しますが、大きな組織で働くより、自分がボスになれる、少数、少ない組織に属したり、専門職に就いたりする方が向いていると言えるでしょう。専門職に就いたりする方が向いている場合がある。で計画性があるので、まずは中長期的な目標を立てるといいと。計画性があるので、まずはなんか目標を立てる。目標はみんな持った方がいいと思うけど、そこから逆算して細かなスケジューリングをすれば理想に近づいていけますと。で一応適職みたいなのも動物占いってあって、統計学的な内容から割り出された相性的なものになるんですけれども、その適職の中では児童作家、理学療法士、 CG クリエイター、気象予報士、薬剤師、評論家、演出家、探偵、メイクアップアーティスト、犬の訓練士、映画監督、ゲームプログラマーなどと書いてますね。どうだろう、狼だった人たちがこの辺りの何か近いところに就職してたりすると適職かもしれない、ということですね。健康的な面、どこまでも歩いていくことが狼にとって一番の健康法で、狼の人たちって歩くのがその苦にならないみたいで、一応このね、その統計学ではね全部統計学のせいにしちゃうけど、で一番の健康法は歩くこと。全ての人に対して歩くことはいいことだからね、歩いた方がいいと思うんだけど、どこへでも自分の足で歩いていきますと。必然的にスリムな体型と引き締まった足の持ち主が多いでしょうと。そうなのかな、なんか狼さんたちどうですか。でまたその規則正しい生活を送るのがポリシーなので、なるべく同じ時間に起きて決まった時間に食事をして同じ時間に寝る生活をとても大切にしていますと。健康的やって、このリズムが崩れると体調も狂ってしまうので要注意で、偏りのない食事、安定した睡眠を意識して自分のペースを守り、健康管理に努めましょう。で孤高の存在である狼の栄養源は一人の時間と。だから結構一人の時間を大切にしたいんだろうね、性格的に。で忙しい毎日の中でその確保がままならなくなると、ストレスが溜まってしまいます。で意識的に一人になる時間を作るようにしましょうと。いろいろいるよね、一人の時間が好きな人もいれば、ちょっとみんなでワイワイする方がやっぱり好きだっていう人もいるんで、狼さんのちょっと恋愛編、恋愛については、気になるところでね、動物占いの中でも一番恋愛、性格診断とか恋愛あたりが気になるところかなと思うんだけど、周囲が反対すればするほど相手に夢中になる体質の人が多いと。で男女ともに、クールな印象が異性を抱きつけますと。ちょっとクールな印象の人たち、自分がね過去に、動物占いをした時があって、該当する人の狼さんっていたんだけど、確かに2人とも、ちょっと男女ともにクールなイメージを持ってる、かな。最初は近寄りがたく思われても深く付き合うほどに、純真な人柄が相手に伝わっていくタイプが本当そんな感じだと思う、自分の経験上ねそういう人いたから、で聞き上手で相手の話を引き出すの得意なので、良き相談相手になれるでしょうと。ただ一人が好きなのでそもそも恋愛自体にあまり興味がなく、で基本的には自分から好きにならないと恋愛には発展しません。でパートナーがいても必要以上に踏み込まれることは望まず、お互いの精神的な自立を求めますと。いい距離感を保ちたいって感じだろうね。でユニークな狼
らしく恋する相手も独特で、周囲が反対するような一風変わった人に心を奪われる傾向があります。で交際を始めるとお互いの自由は大切にしながらも一途に向き合い、誠実に関係を築いていきます。一途ってことだね。で男の人とちょっと女の人の場合の、夜のことだね。P みたいなことね。一人の人を愛してその人のことを深く、その探求しますと。で好奇心を生かして佐渡精神発揮することもありますと。佐渡精神ってなんだろうな、ちょっとあんまり個人的には聞いたことない。男の人の場合ですか。で女の人の場合、これちょっとエッチの時の話ねで自分のお願いを聞いてくれる誠実な人でなければ体を預けられません。濃厚なセックスを好みますということだし、該当してますか、狼さん。結婚について、最も家族愛の強い狼は結婚後にその、進化を発揮すると。でシビアな観察眼で、じっくり慎重にパートナーを見定める。で誠実さと信頼感を、軸にする狼らしく、約束を守らない、お金にいい加減、いつもベタベタと接してくる、そのような異性は相手にはしませんと。生涯一夫一夫制を守っている野生の狼と同じように、狼ってそうなんだ。狼の人は深い家族愛の持ち主と。で男女ともに恋愛に対してはドライな一方を、一度家族になるととことん相手を大切にして、無口な中にも、深い愛情が見え隠れするようになりますと。でしかし信頼を裏切られる行為などがあると絶対に相手を許しませんので、狼さんを、パートナーに持つ人は、用心してください。一途な分その反動は大きいよってことで、相性の良いパートナー、一人でいる、時間と場所がないと、ストレスを感じるので、適度な自由と距離を与えてくれる人でないと長続きは難しいかもしれませんと。でまた独創的で個性的な人がタイプらしいです。狼さんから見てね、そういうとこあるらしいね。お金について、お金は自分の価値、適当な金銭欲で大事に使ったりすると。で狼にとってお金は、自分の労働や提供した時間への正当な対価、自分を測る物差しの一つでもあると思っているので、とても大事に扱い計画的な消費を心がけている。で金銭欲が特に強いわけではないけれども、お金と名誉なら迷わずお金を選ぶ実利派ですと。お金大事みたいなところあると、意識的に。で経済観念は子どもの頃から発達していて、無駄遣いや散財とは無縁と、使ったり無駄遣いはあんまりしないってことやね。でコツコツ節約することにも苦になりませんと。よく貯めるのかな、お金を。でギャンブルにはまることも少ないでしょう。もともと強い財運の持ち主でもあるので、お金に困ることは少ないタイプだけれども、突然大きな買い物をしたりするなど大胆なところもあります。で判断力が鈍っている時には、失敗しやすいので、周囲の意見にも耳を傾けるようにしましょうと。金銭面で、その金銭感覚がしっかりしているので、お金にルーズな人には黙っていられませんと。周りにそういう人がいると言っちゃうのかな。でしかし、太っ腹なところもあるので、時には高額商品を衝動買いしたりすることもありますということですね。で自分らしさを大切にすれば運命が変わる出会いが訪れる。で独特な、感性はなかなか周囲の人たちに理解されないかもしれませんと。狼さん、時には、両親や兄弟にも分かってもらえず悲しい思いをすることもあるでしょう。でもあなたのそのユニークな性質は、尊くかけがえのないものだから、他人の評価を気にして生きる必要などありませんと。自分の直感を信じましょう。で孤独に、悩むより個性を最大限に発揮するための自分計画を立ててください。で実家が合わないなら、その離れた土地への引っ越すとかね、学生なら進学する、就職するとか、そういうことをすると。で日本の画期的な常識やルールに縛られるのが窮屈なら、外国へ行ったり、そんな自由な発想を持ちましょうと。で必ず良き理解者に出会うことができます。そしてその出会いがあなたの運命を変えるでしょうと。で人間関係のポイントで、狼が居心地よく感じるのは、自分の個性を認めてくれて、適度な距離を持って付き合える人
しっくりくる相手に本音を聞いてもらう習慣を作ると良いでしょう、だから毎日会ったりするのも結構恋愛だと嫌な人なのかもしれないね、できれば克服した方がいいよっていうポイントね。孤独を愛する気持ちと折り合いをつけて、時には相手に歩み寄る姿勢も大切にしましょうと。あまりにもなんか孤独主義というか、一人主義なとこが多いのかな。で他人から干渉されるのも、詮索されるのも大嫌いなので、ルールで縛られるのもまず基本的には嫌だと。でそんな狼はどうしても周囲から浮いてしまいますと。で本人は無理に笑顔を振りまいていますけれども、その友達を作りたいと思っていませんし、むしろ一人の時間がないとストレスを溜め込んでしまうタイプなので、そこは問題ありませんと。でその姿勢が時に周囲の圧力を生んでしまう、周囲とのズレみたいなね。で自分も理解してもらおうという気持ちもあんまりないので、言葉足らずなところがあって誤解される場合があると。で人間関係の無用なトラブルを避けるためには、どんなに興味がなくても相手の意見に耳を傾けるっていうのは、人として大事だよみたいなことですね。姿勢も大事と。で、人間関係を良好にするために自分もその周りの個性も、尊重しながら生きるマインドを持つと、その自分自身の成長にもつながりますよってことですね。これ今ここまでちょっと伝えたのは、全体的な狼さんについての情報です。統計学の情報みたいな、心理学も入ったね。でその中でまた複数種類ね分かれるって伝えてたんですけど、狼さんはね大きく分けてね6種類、結構多いんだよね。それをちょっと伝えていくね。ネアカの狼1天真爛漫で、感受性豊かな明るくマイペースな人で、無邪気で駆け引きのできない、純真さが魅力の個性派です。他人には無頓着なので、一見クールに見えますが、実は人がよく陽気で、自然と人が集まってくる人気者で、付き合いが長くなるほどその味わい深さが相手に伝わります。で割とグルメで隠れた名店などの情報にも詳しいと。で自分なりの価値観を大切にする情熱家で、正義感も強く、信頼度は抜群、恋愛の重要度は極めて低く、気が合う人となら恋愛してもいいけれども、そうでないなら不要というスタンスの持ち主。ネアカの狼どうですか。ネアカの狼回答しますか。2、放浪の狼、束縛を嫌い自由を愛するユニークなチャレンジャーで、流行や世間の評判などに興味はなく、ひたすら自分の好きなことに没頭する変わり者で、平凡な毎日には興味がありません。で人の目より自分のルールを優先して理想を求めてさすらいますと。で動物や植物を愛する自然派で、都会よりも自然豊かな南国などが好みです。で一箇所にとどまっていることが苦手で、気ままな一人旅も大好きで、情に厚く頼まれると断れないタイプなので、人に利用されてしまうこともありますと。で人間関係で苦労したら海を眺めて気分転換をするのがおすすめです。放浪の狼3、クリエイティブな狼、誰にも真似できない特殊な感性の芸術家タイプ、教養あふれ周囲を驚かせるようなユニークアイデアを思いつくロマンティストで、豊かな感受性と鋭い芸術的感性、そして他人には真似のできない発想力を武器に、クリエイティブな世界を切り開いていきます。とにかく凝り性で、自分で設定した目標を追求してのめり込むタイプ、長期的なデータから結論を導くような仕事で光ります。やや気分屋で自分の考えに固執する融通の利かないところもありますが、サバサバしていて誰からも好かれますと。クリエイティブな狼さん。4、穏やかな狼、気高い精神を持ち、妥協を許さない正義感の強い人、嘘がつけない潔癖さを持ち合わせる、嘘がつけないその性格気持ちとかを持ち合わせている。で高潔でクリーンな人、夢を追うより地に足をつけた堅実な生き方を、目指す現実派ですと。
で金銭感覚も抜群で無駄遣いをすることはありませんが、時に大金を、大金をね惜しみもなく使ったりする大胆なところもあります。どこか近寄りがたい雰囲気がありますが、根が真実で真面目なので穏やかな人間関係を構築する。で基本的に楽天家で不安やセンチメンタルな気持ちとはあまり縁のないタイプですと。軽やかに物事を進められる処理能力が自慢ですと。なんかいいね、全体的に書いてることがね。5つ目、順応性のある狼。物事の呼吸が早く何にでも対応する知的な理論派。ユニークな美意識の持ち主で芸術への深い探求がありますと。で勉強熱心で興味のある分野ではナンバーワンの存在に。表現力も豊かで周囲の人を魅了します。こびたり甘えには無縁の公平さを持ってて、自分の意見はとりあえず主張すると。人によって態度を変えることもなく、名誉の人の前でも堂々としています。虎のちょっと気質も少しあるって書いてるんですけども、言い方に怒りを覚えるそんな一面もあると。で金運、財運、物質運、物欲運ってことかなに恵まれている。結構困らないのかな。ちょっと虎寄りの狼ってことなんだろうね。で日常生活の中で、幸せを見出し楽しめるタイプですと。6、好感の持たれる狼。クールに見えてもその日その日を着実に生きる庶民派で、知的でユーモアのセンスもある多彩な人。頼られる唯我独尊タイプ。難しい言葉だな。唯我独尊タイプ。穏やかで気取らない人柄のおかげで、周囲からの人気がありますと。いかなる時でも客観的な視点を失わないので、調整役や駆け引きとかもお手の物。利害関係に左右されることもありません。堅実なタイプでコツコツと真面目に生きていますと。経済観念も発達しているので、無駄を嫌い、しっかりと貯蓄をすると。でクールで温和な印象ですが、実は繊細でプライドが高く、自分のそんな二面性に悩むこともありますというのが狼さんでした。で全体的なその狼の性格や特質と、さらにもっと詳しい、今回6タイプに分けられるということで、今回その動物の狼さんだけの特徴を伝えたんだけど、今後ね動物それぞれのパワーバランスみたいなのがあるんですよ。そういった情報とかも、他の情報も随時、作成してあげていこうと思っているので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それでは、それぞれ動物を見ていただいたと思うんですけれども、実はその動物の中にこのなんていうのか属性みたいなのがあって、実は見ていただいた時に月とか太陽とか地球のマークがそれぞれついてたと思うんですよね。動物によって属性みたいなのがあって、実はそこのグループでもいろんなちょっと性格とか行動パターンとか分かれるんですよ、そのグループごとに。でそれとかその動物同士のパワーバランスみたいなのがあって、相性があったりとか、この動物はこの動物を操りやすいとか、変な意味じゃなくてね、この人は話してて相性いいけど、この人とはうまくいかないなみたいなあるじゃないですか。そんな感じのやつで、この動物とこの動物は相性いいけど、この動物、例えば組織の中にいたら相性悪いみたいな、そんないろいろ実はあって、それも後日ちょっとずつ上げていこうと思うんですよね。なのでそれまで含めるともっと深く入れるというか分かるというか、なので少しずつプラスしていくので、よかったらチャンネル登録、よかったらじゃなくてぜひチャンネル登録をして、シェアして拡散してもらいたいなと思います。 SNS とか、友達とか友人とか知り合いとか、よろしくお願いします。
でその他ちょっと今回、占いとかもね、動物占い、これ統計学みたいなところがあって、占いというよりはその心理学とか統計学に近いものだったんですけど、タロット占いっていうのは実はちょっとできるんですよね。それも増やしていきたいと思ってて、そこら辺もぜひ、ちょっと、なぜそれをしてみようかなって思ったの、理由が、何点かあって、まずはどっかでも伝えたんですけど、自分の YouTube ってなんか今のところ男性ユーザーが 90% 主張を占めてるみたいで、そういう意味で女性ユーザーも取り込みたいなと思うのが一つと、僕おばあちゃんが祈祷師をやってて、去年亡くなったんですけども、ちょっと別の動画と不思議体験みたいな動画作ってるんですけど、ぜひそれ探してみてもらいたいんですけどね。なんかいろんなことあったんですよ。スピリチュアル的な霊感的な、そういうの結構人よりそのおばあちゃんの影響もあっていろんなことがあったんですよ。そのお話も動画でしてるんで、それ見てもらうと分かるんですけども、そういう直感が結構あるので、タロット占いとか遊びでやってたんですよ。それをちゃんとYouTube でできるように、コンテンツとして増やしていこうかなと思ってるんで、女性の人って占い好きじゃないですかそういう意味でも、前は別にそういうことする気なかったんですけど、シェア増やしていきたいし、チャンネルも増やして登録者増やしていきたいんで、そういったこともしようと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ。